1970年代後半から始まったワードプロセッサー、通称ワープロの誕生、急速に輝きを放った黄金期、そしてデジタル化とパソコンの台頭によって衰退していったその歴史を、時代背景や技術革新、企業の挑戦と苦悩を交えて紐解きます。かつてオフィスの宝石として多くのビジネスパーソンや作家、事務職員の日常を根本から変えたワープロは、単なる文字入力機の枠を超えて情報社会の変革の先駆けとして多くの教訓と記憶を残しています。本動画ではその壮大な物語を歴史的資料や当時のエピソードを交えながらご紹介いたします。1970年代半ば、タイプライターがオフィスのスタンダードとして利用されていた時代、打鍵ミスや訂正作業の煩雑さ、そして原稿作成にかかる膨大な労力がユーザーの大きな悩みでした。当時、電子工学や情報処理技術が飛躍的に発展し始めたことにより、文字を効率的に扱いたいという願いから、従来の機械式タイプライターに代わる革新的な機器が模索されるようになりました。アメリカや日本をはじめとする先進国では、大学や研究機関、ベンチャー企業が電子制御やデジタル表示技術を取り入れた実験機の開発に着手。1978年、日本の東芝が東芝 JW10 を発表し、これが世界初の日本語対応ワープロとして歴史の幕を開けました。この頃、英語圏では IBM が IBM3732 を展開するなど、文字の編集や簡単な図形作成が可能なワープロが次々と市場に投入されました。これにより、文書の構成やスタイル設定が画面上で簡単に行えるようになり、タイプライターとは次元の異なる利便性を提供することになりました。1980年代に入ると、ワープロは専門機器としての位置づけを確固たるものにし、各国のオフィスや自宅に普及するようになりました。1983年、シャープが書院シリーズを発売。続いてカシオの CW10NEC の文豪シリーズなど、各メーカーが次々とワープロを市場に投入していきました。特に1985年に登場したシャープの書院 WD-A850 は50万円を切る価格で提供され、ビジネス用途だけでなく一般家庭にも広く普及するきっかけとなりました。専用機器としてのワープロは独自のキーボードレイアウトや液晶ディスプレイを備え、ユーザーが直感的に操作できるインターフェースが特徴でした。さらに修正テープや専用の用紙など関連周辺機器やソフトウェアも充実し、文書作成のプロセス全体が大きく変革されました。登場当初は限られた用途でしか活用されなかったワープロでしたが、次第に小説家、ジャーナリスト、行政書士などあらゆる文書作成の現場で利用が拡大、文章をミスなく入力し即座に修正が可能なその魅力は、従来のタイプライターにはなかった革新的な利便性を提供し、多くの利用者から支持を得ました。企業内部の文書管理や報告書作成、さらには学校の宿題や論文作成に至るまで、あらゆるシーンでその恩恵を享受することになり、ワープロは一大産業へと成長していきました。黄金期を迎えたワープロ製品は、基本的な文字入力機能にとどまらず、編集、チェック、レイアウト調整などの多彩な機能を搭載し、オフィス業務の効率を飛躍的に向上させました。初期のモデルが単純な文字入力装置であったのに対し、製品技術が進むにつれてディスプレイの解像度が向上し、リアルタイムでのプレビュー機能や誤字検出支援、さらには辞書機能を内蔵した高機能モデルが登場。これにより、専門的な文書作成作業が容易になるだけでなく、一般家庭においても子どもの作文指導や個人の日誌作成など、多様な用途に対応する製品ラインナップへと進化していきました。また、ハードウェア面では、サイズの低減と軽量化が図られ、オフィスのデスクスペースに置くだけでなく、持ち運びも可能なモデルが登場。ソフトウェア面との連携が進む中、操作性やデザイン性の向上が図られ、ユーザーの使いやすさを徹底的に追求することが
市場での強固な地位を築く原動力となりました。ワープロの登場は単に文書作成の効率を高めるだけではなく、文章を扱う文化や働き方自体に大きな変革をもたらしました。従来のタイプライターでは一度入力した内容の訂正が非常に困難であったため、文書の作成には熟練した技術と多数の下書きが必要とされました。しかし、ワープロによって入力のたやすさが確保されると、文章作成は試行錯誤の過程を伴うクリエイティブな作業へと変容。作家やジャーナリストはもちろん、ビジネスパーソンにとっても、迅速な情報伝達と文書編集が可能となったことから、業務効率が飛躍的に向上しました。また、ワープロ専用機が普及したことにより、文字入力技術が家庭内でも一般的になり、結果としてコンピュータリテラシーの向上に寄与。かつて、タイプミスが恥とされた時代から、気軽に文章を作成し、誤りを修正できるという文化が根付き、デジタル時代の情報社会への架け橋となりました。オフィスの風景はもちろん、学校や自宅での文書作成環境が大きく変わったことで、文字に対する捉え方や情報伝達の重要性が広範囲に再認識されるようになったのです。1990年代に入ると、パソコンの普及とインターネット技術の進化に伴い、専用ワープロ機は次第に市場から姿を消していく運命に直面しました。パソコンはワードプロセッサーソフトウェアとして MS ワードやその他のオフィススイートを搭載し、文字入力だけでなく多機能な文書作成環境を一台で提供する強力なツールへと進化。パソコン自体の価格低下、拡張性の高さ、ネットワークとの連携といった点が従来の専用ワープロ機に対して圧倒的なアドバンテージとなりました。多くのオフィスがもはや専用機器を用意する必要性を感じなくなり、全機能を網羅するパソコンへのシフトが急速に進みました。市場においてもワープロ専用機の需要は急激に縮小。企業は進化する専用機の製造・販売から撤退するか、パソコン関連製品へと事業転換を迫られる結果となりました。このように、かつての黄金期を誇ったワープロは、技術の急速な進化という波に飲まれ、その存在感を徐々に失っていったのです。専用ワープロ機は、時代が変化する中で衰退していったものの、その技術やユーザーインターフェース、そして文書作成に対する考え方は、後のパソコンやスマートフォン、さらにはタブレット端末の入力システムに大きな影響を与えました。かつて、限られた記憶容量と処理能力の中で、いかに効率よく文字を入力し、編集するかを模索していた技術者たちの試行錯誤は、現代のデジタル文書処理技術の基礎となりました。また、専用機時代に培われた使いやすさを追求する姿勢は、今日のソフトウェア開発においても重要なテーマとして受け継がれています。さらに、ワープロ専用機が広く普及したことにより、文章作成が一層身近なものとなり、個々のライターやクリエイターたちの創作活動のスタイルが変革されたという文化的な側面は、現代の情報社会全体に影響を及ぼしていると言っても過言ではありません。かつてのワープロユーザーたちにとって、専用機ならではの独特の打鍵感や操作性は、今なお懐かしさとともに記憶され、その時代の精神は、今日のデジタル社会における使いやすさや効率性という価値観として生き続けています。ワープロ誕生の黎明期から黄金期、そして衰退の局面に至るまで、数多くの企業や技術者たちが革新と市場のニーズに応えるために激しい競争と試行錯誤を繰り返しました。開発現場では限られたリソースの中で新しいハードウェア技術やソフトウェアアルゴリズムを確立するため、多くのエンジニアが夜を徹して議論を交わし、ユーザーからのフィードバックをもとに改良を重ねました。彼らの情熱と挑戦は当時の日本のオフィス文化を一転させ、今日の統合型デジタルソリューションの基礎を築いたとも言えるでしょう。企業間の競争は単なる製品性能の向上だけでなく、ユーザーエクスペリエンス全体を見直す革新的なアプローチへと発展し、その成果がワープロの黄金期を支えた背景にあります。技術革新と市場開拓の両面における彼らの努力は、敗者も成功者も含め、後世に大きな教訓として語り継がれるべき貴重な遺産となっています。
ワープロの交流と衰退は、技術革新の循環と市場環境の変化に敏感に反応する産業の一例として、現代における新技術の登場と消費者ニーズの変化を見直すための重要な事例です。かつての専用機が果たした役割は、今日、スマートフォンやクラウド技術、人工知能を活用した文書作成ツールに、その思想が受け継がれている面も多く、技術革新の連鎖反応が、いかにして社会全体の働き方を変えるかを示す一つの鏡とも言えるでしょう。古きものと新しきものが激しくぶつかり合う中で、ユーザーの求める使いやすさや効率性は常に進化し続け、過去の失敗や成功が未来への道しるべとして機能しているのです。専用ワープロの市場は消失したものの、その歴史は多くの世代にとって懐かしく、そして誇らしい記憶として語り継がれています。かつてのワープロユーザーは、打鍵音や画面の表示、さらには専用機ならではの操作感に独特の魅力を感じ、かつての黄金期のオフィスや家庭の姿を今なお鮮明に記憶しています。これらの記憶は、現代のデジタル社会においても、よりユーザーフレンドリーな製品開発のインスピレーション源となり、技術革新の歩みを振り返る上で重要な財産となっています。現在の文書作成ツールがもたらす新たな可能性とともに、ワープロ専用機の時代に培われた思想と技術は、未来の情報機器へと引き継がれているのです。ワードプロセッサーの誕生から黄金期、衰退に至るまでのこの壮大なドラマは、時代の変遷とともに私たちの働き方や日常がどのように変わっていくのか、そして技術革新が社会にどんな影響を与えるのかを改めて考えさせる重要なテーマです。かつての専用機がユーザーに与えた使いやすさへの感動、そして企業と技術者たちが挑戦し続けた情熱は、今日のデジタル社会の礎となっており、失われたと思われがちなアナログ時代の記憶とともに、今もなお人々の心に残り続けています。ご視聴いただきありがとうございました。